ゼミ生の皆さん、こんばんは。岡田斗司夫ゼミです。今日は7月3日ですね、吉祥寺の、オタキングスタジオから生配信でお届けしています。事前のコメントを見てたらですね、ゆるキャン映画が行ったとかですね、なんか場内が臭いかどうかと、つまり男のオタクばっかりでみんなの大衆がというような話があるんでしょうけどもですね、もうそれはゆるキャンの映画なんだからオタクのお兄さんばっかりなのは当たり前で、それをですね互いに臭いのどうのというのはやめましょうやそりゃそうだろうって思いますけども、それはなんか大阪でいうとですね、鶴橋っていう駅で降りると焼肉の匂いがするのと全く同じようなことだと思うんですけどもね、いいと思うんですけどもですね、これでお分かりの通りですね、おとといですね、金曜日でですね、7月1日ですね、明石家さんまと同じ誕生日でですね、僕も64歳になりました。皆さんのですね、お父さんとか下手したらおじいちゃんの年齢かも分かんないですね。これね、僕55歳超えたぐらいから思ってるんですけども、毎年ね、楽しいこと増えるんですよ。なんでかというとですね、過去の辛いことが思い出せなくなってきてですね、いやもうボケというのは素晴らしいもんでですね、いろんな固有名詞とか思い出せないとかいろんなものはあるんですけど、もう本当老化っていうのはそういうことなんですけども、何がいいかって辛いことが思い出せない。小学校とか中学校とかすげえ辛かったはずなんだけど、高校も辛かったはずなんですけど、もう本当に思い出せなくて、楽しいこともあんまり思い出せないんですけども、どちらかというと変なことばっかりが覚えてるんですけども、そういうわけでですね、毎年楽しいことは増える一方なんでですね、皆さんも早く年を取ってください。お待ちしております。あとですね、ここですね、人生相談本ですね、岡田斗司夫ゼミのサイコパス人生相談というですね、インプレスからですね、本、これ7月5日発売というふうに編集から言われてるんですけれども、なんか場所によってはもう売ってるみたいですからですね、よろしくお願いします。なんかね、島本和彦先生がイラスト描いててですね、島本和彦先生がですね、あなたには恩がありますねって僕の方が言って島本君ね、僕、青い本の書いてる時散々僕のところにね電話かけてきて、あれはどうだこれはどうだこれはどうだあれはどうだというふうに聞くんですよね。である時期ぴったり来なくなったんですよ。でどうもそれはなんか、いろんなところから岡田斗司夫からあんまり話を聞くなというふうに言われてでそっちの方に方向転換して、そしたらですね1年半か2年ぐらいしたらまた電話かかってくるようになってです、すいませんあの時はどうなったんですかって、僕はもう何も言わずもがなで、なるほどねと、他のいろんなところから話は聞いたんだけども、どうもそれがついつまが合わないことについに島本君気がついたねと、僕そこを追求せずにまたあれはこうですこうですって教えてあげて、その恩があるわけですね。でその恩があるので恩があるでしょって言ったらですね、島本君ですね、僕の本が出たというですねことがやると、岡田斗司夫には恩があるでしょというふうに言われたのでイラストを描いたというふうに言ってるんですけども、ここまで説明しないとちゃんと説明責任は果たせないぞ島本和彦って思うんですけども言っちゃったということでですね、楽しい本が出てますので書店で立ち読みでも結構ですから見てください。それじゃあ今日の内容からいきましょうか。ですね、まず、今週の配信予定ですね。明日ですね、7月4日ですね、セカンドチャンネルで、お便りですね、YouTube のコメントに今週答えてるんですよ。で、かなりね、ノリノリでですね、コメント答えてるんでですね、楽しんでください。で、7月6日はですね、水曜日ですね、アップグレードで、模型で学ぶ宇宙開発史。やっぱ毎年7月はですね、宇宙開発の話、アポロ月着陸があったんで、これをこの話も軽くしようと思ってですね、アップグレードの方でやっています。で、7月9日はバックトゥザフューチャーの2ですね。これもアップグレード込みでちゃんと話してますので、ぜひ見てくださいということで、来週はですねガンダム講座ですね。でガンダム講座なんですけど、無料の方ではですね、最近の映画とか漫画をですね一応採点してみようということをやってみようと思います。ということでこれが今週ですね。で今日はですね、映画を早送りで見る人たちですね、無料ではですね序章第1章第2章第3章っていうのをですね、取り上げます。で、限定の方では第4章第5章とちょっと岡田斗司夫による考察ですね。基本的に
本を読んでいただければ一番いいんですけども、どんな内容だというのを話しながらちょっとずつ解説入れていくんですけども、じゃあこれ一体何を意味するのかとかどうなっちゃうのかっていうのはですね、限定の最後の方でやろうと思います。でプレミアムの方は、ここのところ最近やってるですね2040年の世界ですね、連続特別講座の第3回をやるのでですね、今日ね長くなるかもわかんないですけども、できるだけ、各30分に抑えてですねちゃちゃっといこうと思いますということでですね、これですね。はい、映画を早送りで見る人たちもう付箋が割といっぱいついてるんですけど、気にしないでください。もともとはね4月24日のですね第438回のプレミアムで1回紹介してるんですよ。ただその紹介ではもう僕的に物足りなかったのでちゃんと今日やろうと思います。ということでですね、ちょっとアンケートしたいと思うんですけども、久しぶりですね。アンケートはもうニコ生の方だけだよね。ニコ生の方だけでですねやるのですいませんけど、皆さん結果だけ僕は口で読みます。じゃあですね、一つ目のアンケート、皆さんは今映画を倍速とかあと10秒飛ばしで見ますかっていうですね。映画に限らずですね、YouTube の動画なんかでも結構です。はい。いつも割とやってますよと、倍速とか飛ばしは割とやってます。時々やってますと。絶対にしないですね。これでですねちょっとニコ生でですねご覧の皆さんアンケート答えてください。はい、お願いします。はい、結果出してください。パパッとやりましょう。いつも 7% ぐらいですね。7から9の間ね、時々が32から40の間で、絶対にしないが53から、58ね。じゃあYouTube とかで見てる人今これちょっと映ってないと思うんで、いつも、するっていう人が、7% から 9% ぐらいですね。で時々するっていう人が、32から 40% で、絶対にそんなことしないっていうのが53から58。これねやっぱりねYouTube でやるともうちょっと、いつもやってる人の率が増えると思うんですけども、ニコニコ動画とかニコニコ生放送で見てる人っていうのはどちらかっていうと作品を大事にする傾向が強いんですね。で YouTube で見てる人っていうのは大量に見ることが毎日になってるので、やりたかないんだけど、もしくはいつの間にかやるようになっちゃったという人が多いと思うので、もうちょっとね数値が増えると思います。じゃあ次のアンケートいきましょう。映画館に行く前に、映画を見る前に、もしくはテレビ放送でもいいですよ。テレビ放送で映画とかを見る前にネタバレって見ますかっていう話ですね。あと新しいドラマでもいいんですけども、ネタバレっていうのをですね見てからその作品を鑑賞するかどうかっていうのをですねちょっと聞いてみたいと思います。それではアンケートお願いします。1番ですね、いやネタバレは割といつも見ますよと、チェックしますよと、いつもする。2番割とします、作品によってはちょっとこれ面白いことが分かんないのでそういう時はやりますと。で3番はいやできるだけしないようにやるんだけども、この作品によってはねこれ2時間ぐらいあるからっていう人ですね。で4番がいや絶対にネタバレ見ない、もうできるだけもうクリアな状態で何にも頭の中に入れないで見ようとするというですね。ちょっと2番と3番曖昧ですけども、お願いしますということで、結果出してください。だったらいつも見ます 3%、 割と見ますが6% ぐらいですか。作品によってはがですね、43% ぐらいですね、平均すると。で絶対に見ないという人が 50% ぐらい。はい面白いですね。やっぱこれもドワンゴニコニコというシステムを使ってる人は作品大事にしてる傾向があるからだと思うんですけども、やっぱポイントは作品によっては 43% ですね。つまり岡田斗司夫ゼミを見てから行こうというのもあるし、やっぱあらすじをちょっとチェックしないと、映画館に行くって言ったら家から30分とか1時間ぐらいかかるし、で2000円ぐらい払うし、パンフレ時間も取られるしっていう人が多いから、やっぱ作品によってはになると思うんですよ。僕もね絶対見ないという作品はあんまりないです。逆に言えば特定の作品だけ絶対に見ない。例えばもう見ることが分かってる、ゴーストバスターズのアフターライフとかああいうやつとか、あとトップガンマーヴェリックとかもうできるだけ見ないようにしていったんですけど、大半の作品はやっぱ見てから行きません。あらすじ程度はですね。
ではではですね、この結果をベースに、そうですね、やっぱ岡田斗司夫ゼミ見てる人って作品に対して真面目な人が多いですよね。もうすごいいいことだと思います。嬉しいですよ。で、じゃあですね、この本の元になったデータですね。倍速視聴の歴史っていうのがね、本編の中にあったんですけれども、19世紀末からですね、映像は映画館でしか見られないって書いてるんですけど、そうですよね、映画館でしか見られないっていうのがですね、1950年代ぐらいまで続いて、ついに1950年代から家庭のテレビで見られる、という状態になりました。1960年代に VHS や DVD で見られる、時間からの解放、これで1980年代ですね。家でビデオで見られるようになった。で2000年代になってから配信で見られるようになった。で2010年以降はですね、倍速視聴とか10秒飛ばしができるようになったというふうにあるんですけども、もう昔から映画ファンの口癖でですね、まず映画がテレビでオンエアされるようになった時とか、あとはですね、映画マニアでも怖い人、僕よりもね20歳ぐらい上、今だったら80歳ぐらいの映画評論家のもう本当に第一世代の人たちっていうのは、映画は映画館で見ないとダメだとか、封切りで見ないとダメだっていうふうに言ってたんですね。でおまけにその時代で見ないとダメだという人もいたんですよ。つまりこれは外でみんなが安保でデモした時に見るからすごいんだっていうのもあった。でなんだろうな、宮崎駿もですね、モスラという映画を、モスラは1960年代に渋谷で見ないとダメだというふうに言ってるんです。渋谷で見ると、その渋谷の映画館を出た後に同じ風景が目の前に広がってるというんですけど、これ宮崎駿の冗談でしょうけれども、割とそういうことを言う人がいて、で逆に言えばこれ自分を励ますためなんですね。俺いっぱい映画見てると思ってるんだけど、まだまだ封切りで見た人にはかなわねえなっていうような自虐でないんですよ。自らを高めるためのですね、まだまだ俺はダメなんだというような励ますための言葉として、映画は映画館で封切りで見ないとダメっていうふうに言って、その当時のことを考えながら見るというのが当たり前だった時代があったんですけども、ところがですね、なんだろうな、レンタルが始まるようになってからですね、初期の映画のレンタルなんてすごかったですよ。 VHS に映画1本入ってるんですけど、それをレンタル店でレンタルするんですけど、初期の頃なんか1本2000円ぐらいしましたからね。で1本2000円の時代っていうのがあって、売ってるソフトはですね1本2万円だったんですよ。もう一番最初のゴジラとかですね、キングコング対ゴジラとか、特に東宝の怪獣映画なんて、マニアはいくらでも金出すだろうと思ってるから1万円台後半なんですね。2万円近かったんです。でそれを僕らはもう泣く泣く買ってですね、で、見てたのでですね、その時のですねビデオマニアという人種がですね、後ろにパッケージものがこう並んでる棚があってですね、もうキラキラ輝いて見えたんですけど、そういうふうな時代があったんですよ。でもそんな時代レンタル料がどんどん安くなっていくと、1本2000円で1泊2日だったのがなんかこう500円で1週間になって、ついにはTSUTAYAとかそういうチェーン店ではですね、古い作品は1週間で150円とか100円ぐらいで借りれるようになっちゃうんですね。どんどん値段が下がると。そうするとどうなるのかっていうと、7本とか10本いっぺんに借りるんですね。で借りれる枠があるんですけど、うちの近所のTSUTAYAは8本だったかな、8本まで借りれたんですけど、8本借りるとですね、なんか1週間で返すんですけど、1週間以内に実は2時間映画8本見れるのかというと微妙じゃないですか。なので毎週見てないのを必ずですね 2,3 本なんか見ないままで返すことになるんですよ。でこの頃ぐらいから溢れるコンテンツ、そして見る時間がない問題というのが出てきたんですけども、その頃でもですね、真面目な僕らはですね、借りた VHS テープとかですね、あと借りた DVD っていうのを、いやなんかもう時間が来るからもう見ないで返すっていうことができなくてですね、早送りで見るってことはなかなかできなかったんですね。そういう時代がなかったです。でついになんかね、僕も最近飛ばし見するようになってきたんですね。さっき話した4月24日のプレミアムでこの本ですね、この本紹介した時は
いやいやいや飛ばし見とか邪道でしょうという、著者は完全にそうなんですよ。この著者の、稲田さんっていう人はですね、もう飛ばし見はダメだ、作品ではない、それはコンテンツの消費だというふうにおっしゃってるんですけども、僕も同じような意見でですね、いやいや飛ばし見ダメでしょうと、もう4月24日のつい3ヶ月前、2ヶ月ちょっと前のゼミで言ったんですけど、もうダメです。僕も溢れるコンテンツについに負けを認めてですね、最近飛ばし見するようになりましたね。10秒飛ばしもするようになりました。っていうのは見ないよりマシだというふうに考えるようになったからですよね。だから今さっきアンケート取ったらですね、絶対そういうふうなことをしないっていう人がやっぱ 50% ぐらいいるんですけども、予言というわけではないんですけど、皆さん年内にするようになりますよ本当に。僕もですね、携帯が流行った頃に携帯電話なんか持たないと言ってたのがいつの間にか持つようになり、スマホが流行った時にスマホなんか持たないと言ってたのにいつの間にか持つようになりっていうですね、一番最初はマニア的にそんなことはしないって言ってたのが最終的にしちゃう人間なんですけども、割と僕はですね、心が弱い人間だから突っ張ってもすぐに折れるんですね。で皆さん多分突っ張ってもなかなか折れないと思うんですけども、年内にはするようになるのでですね、そうか岡田敏夫でもしてんのかと思ってですねもう今晩からして大丈夫です飛ばし見っていうのはね、なんかね、いやもうこれも言い方は悪いですけど、飛ばし見して大丈夫なものもあるじゃないですかって言い方するとそれは何だって話になっちゃうんですけど、でやっぱその4月24日のですね第438回のプレミアムからの僕の心の差は何かっていうと、これ何週間か前のセカンドチャンネルでも話したんですけど、午後のロードショーを見るようになってからですね、午後のロードショーって関東地方では多分テレビ東京が映るところはやってると思うんですけども、大体テレビ東京の系列で午後1時半かな、そのぐらいからですね、アクション映画とかですね、割となんかいろんな映画を月曜から金曜まで毎日毎日放送してるんですよ。でそれが吹き替え放送してるんですよ。今ちょっとコメントにありましたが、そうです。セガールとかですね、セガールとかなんかシュワルツェネッガーとかですね、スタローンとかあんなのが出てくるような映画ですよね。でそれで吹き替えやってるんですけど、吹き替えがなんか演技もりもりで面白いぞっていうのがセカンドチャンネルで話したんで、ちょっとセカンドチャンネル探してみてください。でそれを毎日毎日ですね録画するようになったんですよ。でこの録画する時の見方っていうのが、一番最初午後のロードショーチャンチャンチャチャン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 って始まったらですね、一番最初最初に主演俳優が出るとこまでは我慢して飛ばさずに見るんですね。で我慢して飛ばさず見て、主演俳優が出たところでですね、そこから CM までポンって飛ばすんですよ。で CM から次の CM 明けまで飛ばすとですね、 CM 明けに行った瞬間になんかねそこまでのダイジェストを字幕でちょっとだけ出すんですね。つまり、記憶喪失の私ライフルを使えるのはなぜって書いてあるわけですよ。そうするとなんだこの映画と主役の姉ちゃんは記憶喪失という設定で、しかしなぜか急にライフルを使えてしまうんだ、私は実は CIA 捜査官だったのねみたいな話に、そこからなってくるんですけど、これを見るとですね面白くてですね、こういう映画の見方をするんですね。でそこから先見るのかというとほぼ見ないんですよ。週にね1本ぐらい、つまり月曜から金曜までの5本のうち1本ぐらいは見ることもあるんですけども、残り全部こういうチラ見でどんどんこうハードディスクから消していくんですね。撮ったやつを1回撮ったやつを見てうわーって思いながら CM 飛ばしで、本当に映画をそこから先5秒か10秒ぐらいでパッパッパッと CM の前直前と CM の直後だけ見て消すっていうのをやってると、なんか面白いなこの見方と。もちろんこれ午後ロードショー特有のやり方ですよね。声優さんがノリノリでモリモリで表現大げさで吹き返してるから、そんなことがそういう見方がもう楽しいんですけども、これがね楽しすぎてやっぱ楽しいのは何でかっていうと、まずこの遊びが完全に無料だということですよね。録画で月曜から金曜まで撮っていて、で完全に無料で遊んでるからなんですよ。あとね扱ってる作品がなんだかんだ言ってその午後のロードショーというですねテレビ放送の枠で
放送できるようなある程度面白い作品しかやらないということですね。先週はトータルリコールやってましたよ。で選ばれてると。あと意外な作品が見れる。僕もジャッカルの日って1970年代のですねフランスイギリス合作のサスペンスアクションをですね、先週初めて見たんですね、ジャッカルの日。でこんなに面白いのかと思ってびっくりしたのと、あとシトロエン D9 っていうですね、めちゃくちゃ未来的でちょっとかっこよくて可愛いフランスの1960年代の旧車があるんですけど、これがそこら中に出てきて、なんかなんでしょうね、フランスの高級車だから誰でもみんな乗ってるんですよ。だから黒いシトロエンが出てきたり、緑のシトロエンが出てきたり、青いシトロエンが出てきたり、救急車が登場するシーンでは白いシトロエンのですね、なんかフロントにですね赤い十字のマークがついてたりしてですね、うわ可愛いなと思って見たら、こういう見方の楽しみ方ができてですね、意外な作品が見れて面白いっていうのと、あと声優さんがモリモリ演技して楽しいと、こういうのでですね、なんか作品を湯水のように何でしょうね、消費してちょっとテンション上げるっていうね、作った人には申し訳ない見方ですよ。皆さん人生かけてそれぞれ3年も4年もかけて、映画によっては5年10年の歳月をかけてですね、2時間半とか2時間の映画作ったのを午後のロードショーでですね1時間半ぐらいに短縮したバージョンを声優さんがモリモリの演技してるやつをさらにですね CM 飛ばししながら、もう本当に全体を5分か10分ぐらいで見るような見方をしてて、ああ面白い消しちゃおうっていう消すっていう遊び方がですね、申し訳ないんだけど楽しくてなかなかやめれないんですよね。でこれをこんなことを僕はやってしまうようになりましたっていう話からなんですけども、映画早送りで見る人たち、この帯に書いている、帯の文句ですね。2時間の映画を1時間で見たい。つまらないと感じたらあとはずっと 1.5 倍速。会話のないシーンは即飛ばす。見る前にネタバレサイトをチェックっていうふうに書いてるんですけども、これをですねちょっと第一章解説していこうと思います。これ鬼滅の刃がブームになった頃、週刊アエラっていうですね朝日新聞から出てるですね週刊誌があるんですけど、その週刊アエラの2021年1月18日号の引用でですね、この現象が語られています。倍速で会話のないシーンを飛ばすという人を紹介してるんですけども、37歳の男性、そうなんですよ。案外ねこれね、そんなことするの20代の人だというふうにみんな思ってるかもわかんないですけど、そんなことないんですよ。37歳男性、倍速にして会話がないシーンや風景描写は飛ばします。自分にとって映画はその瞬間の娯楽に過ぎないんです。そういうことですよね。映画っていうのはその程度のもんだっていうことなんですよ。37歳男性。次はですね48歳女性ですね。この人ですね愛の不時着を見たんだけども、主人公のいないシーンは全部飛ばしてるそうです。主人公に関する展開以外は興味ないので、それ以外のシーンは早送りで見てます。48歳女性と。でこのアイラがですね2021年の1月18日号発売した時にですね、結構ね記事ねネットで炎上したんですね。そんな見方は許せないっていうですね、もう1年半ぐらい前ですね。1年半ぐらい前はネットで炎上したんですけども、この映画を早送りで見る人たちが出たのが今年の4月ぐらいなんですけども、評判にはなったけども炎上ではなくてですね議論になったんですね。つまり俺もやってるとかそれは仕方がないんじゃないかと議論になった。1年半ぐらいでなんだろうな、状況が変わってきたわけでしょうね。でこの本の中で書いている理由としては、もうとにかく作品が多すぎると。この数年間で僕らが見ることができるようになった作品、無料で見れるようになった作品があまりに多いし、あと作品っていうのが映画からシリーズになっていったと。つまりネットフリックスとかアマゾンプライムとかで全話一挙公開みたいなことをやるので、なんかシリーズものが多いと。あとサブスクで無限に見れるですね。だからもう YouTube しか見てない人もいれば Amazon プライムの人もいれば Netflix についに契約しちゃったという人もいろいろいるんですけど、みんななんだかんだでサブスクに1個か2個ぐらい入ってる人が多くなってきたんですね。多分 50% を超えてるんじゃないかな、何か一つに入ってる人っていうの。なのでもう本当に無限に見れるようになったと。でおまけにですね、それ以外に
毎日毎日 YouTube や TikTok でですね見なければいけないものが増えてきたと。つまりタイムラインとか友達からの紹介でどんどんこれ見たあれ見たっていうのが流れてきたから、話についていくために何か見なきゃいけないものというのが増えてきたと。でこれを解決してくれるのが、飛ばし見とかですね、あと1.5 倍速っていうですね時短だと。時間を短縮時短だというふうに書いてるんですね。でそれは僕らの間でコスパという概念が浸透してきたからと。2010年ぐらいからテレビのですね番組でですね、一番最初はお台所の、豆知識というふうなところから始まって、日常生活とかこういうふうなことでいかに、時短をするのかコスパを良くするのかっていうのがですねどんどん流行ってきたからですね。で本屋さんでも売ってる本で実用書のところでですねいかに効率よく時間を短縮してっていうのがどんどん本増えてきたからですね。でその結果作品の鑑賞ではなくコンテンツの消費になってきたと。僕が午後の労働省やってるやつなんか完璧にそうですよね。作品の鑑賞じゃなくてコンテンツの消費っていうのをやるようになってきちゃったんですよ。で結局映画っていうのはその映画マニアの人たちが1960年代70年代にやってたものっていうのは一本一本映画館に行って見てそれを受け止めて考えて友達と話すっていうのをやってたんですけども、そうじゃなくてまず評判になるから見る、流れてきたから見る、でそれをクリアしたなんとかこなしたという感触を持つ。で僕昔履修っていう言葉を聞いてびっくりした。1年ぐらい前に履修って言葉を聞いてびっくりしたんですけど、それは何かっていうと、いや岡田さんのガンダム講座あれ売り方を考えたら絶対に、コナンの名探偵コナンのファンの女の子に売れますよ、見てもらえますよというふうに言われたんですね。でなんでと聞いたらですね、コナンには、岡田さん知らないでしょうけどもなんかシャアとアムロの声優さんのキャラがそれぞれ出てきて、もうそいつらが腐女子の間ではもう大評判なんですよと。で、そういう人たちは履修といってそういう自分が興味あることっていうのを真面目に勉強しようというのがあるからガンダムをテレビシリーズを全部見てもらうことが可能なんですというふうに言われてですね、履修っていうですねはあそういう言葉を使うんですかと思って、いやなんか面白いなというふうに思ったんですけども、で第一章ではですねこういうですね考え方が作品を作る側にも影響していると、全てをセリフで説明するような作品がヒットするようになってきたと。で、例えばですねこの本の中で30ページにですね「鬼滅の刃」のアニメ版の第1話の話が出てくるんですけども、竈門炭治郎がですね雪の中を走りながら、息が苦しい、凍てついた心で肺が凍てついた空気で肺が重いっていうんですね。で崖から落ちると、崖から落ちると助かった雪でっていうふうにセリフで言うんですよ。これアニメで言ってると。でこれは必要かっていうふうに書いてるんですね。で漫画では必要なんですよ。漫画原作ではこのセリフがないとまずモノクロだし、あと静止画だし、漫画は静止画だし情報量が圧倒的に少ないんですね。なので割と説明気味に書かないと読者に通じないから漫画ではこれは必要だと。しかしこれが、アニメになったらですねカラーで動画になって極端に情報量が増えるのでこれ不要じゃないかな、打足じゃないかなというふうに著者は考えたんですね。でこれ後でプロの脚本家に自分の意見ぶつけて聞いてみるというのが出てくるんでちょっとこれ待ってください。でこういうですね鬼滅の刃の場合は漫画の中に出てきたセリフっていうのをこれをそのまんまアニメの中でも使っていて状況説明というか事情説明ですね。雪の中で落ちて助かったのは何でかっていうのは崖から落ちて助かったのは何でかという事情説明に使ってるんですけども、こういうですねセリフで全部説明するようなアニメがどんどん増えてると。逆に言えばそれをさせることがプロデューサーの義務であると。アニメの監督とか演出っていうのはセリフ減らしたがるんですよ。映像で見せたがるんですけど、それをプロデューサーなり制作委員会側の方がちゃんとこれ分かりにくいから分かるようにしてくれよと言ってどんどん誰にでも分かる作品にしちゃおうとするんですね。で著者はですね例えばその映像だけで見せるっていうのは誰もいない部屋がパッと映ると。で誰もいない部屋に飲みかけのウイスキーがあってそのウイスキーに浮かべてある氷が溶けてなかったらさっきまで人がいたというサインだと。それを映すだけでさっきまで人がいたんだなっていうサインになると。こういうのを
なんかやるのがその映像の演出だと。であとはその家に帰ってきた夫婦、お父さんが家に帰ってきたらお母さんが会話しないと、2人無言で帰宅してですね着替えたりしていると、これは関係がうまくいってないという記号である、サインであるというふうに言うんですね。でこういうシーンっていうのは倍速や飛ばして見ちゃうと、セリフないから関係ないやと思って見ちゃうと、それが伝わらない、ニュアンスが伝わらなくなってくると。でニュアンスが伝わらなくなってくる、だから読者が問題だ、視聴者が問題じゃないんですよ。なのでこういうシーンは書かないようにしましょうというふうに最近のドラマ作りとかですね、アニメ作りはなってるんですね。はい、これが第1章の内容です。じゃあ第2章いきましょうか。第2章は今の応用編というか、さらに細かく説明しますね。セリフで全部説明してほしい人たち、第2章です。分かりやすくしろと言われる、自分の頭が悪いと認めない、分からないはつまらないっていうふうにですね、この章の大体の内容、3行で説明してみました。一番上、分かりやすくしろと言われるというのは、さっきも聞いたようにですね、この著者の疑問っていうのをいろんな人にぶつけてインタビューしてるんですね。で、ジェンコの牧太郎さんというプロデューサーがいます。何年か前にですね、この世界の片隅にが公開されて、僕はすごい感動した時にですね、ジェンコの牧さんに来ていただいて、僕と対談していただいたことがあるんですけれども、その牧さんがですね、どんな方かというと、例えばパトレーバーの劇場版のプロデューサー、あと千年女優のプロデューサー、この世界の片隅など本当になんか名作を作り、そしてやり手で金を集めてくれることができる実力派のプロデューサーです。でその人がですねの証言なんですけども、制作委員会っていうのは分かりやすく直してほしいと言いがちだと。とにかく会議があったら、ちょっとでも分かんないことがあったら、いやこれちょっともっと分かりやすくというふうにすぐ会議の中でそういう方向になると。で、この本の中でですね、佐藤大さんという脚本家ですね、エウレカセブンなどのシリーズをやった、もうこの人も本当に実力派ですね、超大物の脚本家の佐藤大さんもセリフで嫌いって言っちゃって実は好きっていうのが全然通用しなくなったと。もう本当にあなたのこと嫌いって言うと見てる人、視聴者は嫌いだと思っちゃうと。でも本音は好きなんだけどもツンデレでみたいな、そのツンデレっていうものすらもう最近はツンデレというキャラですよというふうに明らかにするとか、あと演技の方でよっぽど嫌いなんだからみたいな言い方までもう押していかないと全く通用しなくなっちゃったと。でだから分かりやすくしてくれっていうふうにやっぱこれも会議で言われると。佐藤さんはいや分かりやすくすると面白くなくなりますよっていうふうにはっきりと言うそうなんですね。そうすると制作委員会の方もはっきりと面白くなくなってもいいから分かりやすくしてくれっていうふうに言うそうなんですけども、佐藤さんはですねもう悩むそうですね。これ脚本に勢いがなくなっちゃうよっていうふうに言うんですね。で僕はこれをパンケーキ型の作品っていうふうに呼んでるんですけども、パンケーキですね、上に生クリームがもりもりという状態は甘くて美味しいんですけども、もう生クリームの味しかしなくなってパンケーキの味がよく分かんなくなってくるじゃないですか。それと同じように作り手側としては本来脚本で書いてるいろんなドラマっていうのを見せたいんですけども、上にもりもりの生クリームの分かりやすいセリフっていうのがたんまり載ってるから、結局それで生クリームの美味しさで食べてる人とパンケーキの美味しさは味わえる人との2つの層ができてしまうわけですね、見てる人の間にですね。でもそういうふうな作品が求められるので、提供せざるを得ない状況にアニメ界がなっているというふうにですね、この牧さんと佐藤さんは証言しています。2つ目のですね、自分の頭が悪いと認めないっていうのはどういうことかというと、もしこの制作委員会側の要求を蹴ってセリフで全てを説明しなくなったらどういうことが起こるのかと。これももう膨大にアニメ界ではすでにやっていることなんですよね。実験済みっていうかですね、もうこの議論の中でアニメ作られたりドラマ作ったりしてるんでですね、そうするとですね、観客はですね、セリフで全部説明しなかったらですね、自分で意味を考えて解釈しなきゃいけなくなると。そうすると誤解が発生する場合もあるし、わからないが発生する場合があると。でジェンコの牧さんはその誤解とかわからないこそが映像作品の醍醐味であってですね、それが自由度の高さだと思ってると。だから自分が作った作品が意味が違って解釈されても全然プロデューサーや作り手側は怒ったりしないと。
それこそが作品を作るということの意味だというふうに思ってるんですけども、今の観客というのはそういうふうにされると不親切だと言って怒り出すと、分かりにくいと言って怒り出すんですね。全部説明してもらってはっきりさせたいと。これをですね、自分の頭の悪いことを認めたくない、だから理解できないと作品のせいにするというふうに書いてるんですけども、確かにそういう人もいるんですね。もうネットとかでアニメとか公開されてる時にですね見ると、それを言う人もかなりいることはいるわけですね。で、分かんないはつまらないは、さっきの「鬼滅の刃」の話の続きなんですけども、小林雄二さんという脚本家の方ですね、この方が104ページでですね、小林雄二さんはプリキュアとか銭天堂とかですね、そういう作品をもうやってるかなりベテランの方で、日本大学の芸術学部でですねシナリオの講座やってて全員までやってるという大ベテランですよね。で、自分がシリーズ構成をやってる作品で、この鬼滅の刃の第1話の「助かった雪で」というセリフ、これが出てきたらですね、絶対にこれ説明過剰だと演出家の方からツッコミが入るっていう話してたんですね。で、まあこれまでのアニメの作り方だったらこういうふうに直してると。例えば落ちた瞬間は周囲の状況を見せないと。で、炭治郎の「ダメだ死んでしまう」という絶望の表情だけ見せて、その直後に「あれまだ生きてる」と。で、そこでようやっとカメラ引いて周り見ると雪だと。例えばその雪を握りしめてて手で持ってこう雪っていうのが分かるというふうにすると。そうすると前半の肺が重いとか寒さの中で肺が凍りつくっていう自分を追い詰めていたものが自分を助けてくれたんだっていう伏線と回収という関係になるっていうわけですね。それをなんかその映像として見せることができるんだけども、これをセリフでやっちゃうとこの伏線と回収にならずに単なるその状況の説明になってしまうと。で、助かった雪でっていうのは漫画だったら絶対に必要なんですよ。さっきも言った情報量が低いですけれども。でもアニメにする場合、脚本家の仕事っていうのは漫画の中にある説明台詞っていうのをドラマにするのが仕事だから、ここでやっぱりドラマにしないと、こういうふうに映像にしないと仕方がないんだけども、しかしこういうふうにすると、これは僕の解釈ですけども、400億円のヒットにはならないわけですね。邦画史上最大のヒットに絶対ならないんですよ。セリフ少ないとやっぱり観客の一部の人、幼稚な人は、はっきり言って幼稚な人は情報量が少ないから飛ばしてもいいというふうに解釈して、でそのシーンはですねスマホを見ちゃうんですよね。飛ばさないにしても飛ばす人もいます。とりあえずセリフがない映像だけのシーンになった瞬間に、僕ら映画を見慣れてる人間は映像だけのシーンだからあれと言ってちょっと集中力を上げてみるんですけども、そうじゃなくてセリフばっかりの動画に慣れてる人、作品に慣れてる人っていうのはセリフがなければ情報量が減ったと思い込んで、ついついその時間スマホを見ちゃうわけですね。でその結果わからないとかつまらないというふうに言われてしまうわけです。第2章ですね。で第3章、失敗したくない人たち、個性の呪縛とタイパ至上主義と。タイパというのはタイムパフォーマンスですね。コスパの時間版みたいなものです。で LINE グループの共感強制力、自己紹介欄に書く個性が欲しい、圧倒的に金と時間がない大学生っていうふうにさ、この章の内容を大体言ってみたんですけど、これ無料ではこれが最後になります。ですね、倍速視聴が増えた理由のですね、著者なりの推理仮説なんですけども、まず LINE グループの共感強制力があるんじゃないかと。LINE グループに常に接続しないと不安っていうふうに報道された時期がありましたね。今の若者のというか今の我々の考え方で。しかし LINE グループに常に接続してても、その中で常に面白い話題があるのかというとそんなあるわけじゃないと。その中で手頃なのが、みんながコミュニケーションでよく使うのが「あれ見た?」とか「これ知ってる?」っていうですね、ニュースとかコンテンツ、作品の話題なんですよ。でこの話題についていくために倍速視聴が不可欠になったっていうふうにですね、著者はまとめてます。友達の輪を維持することが一番大事と。そのためにはとにかく共感し合うと。一番大事なことは何かっていうと、その友達の中で特に目立たず、特になんか
なんだろうな、特に目立った行動を取らず、特にダメになったりしない、召し上げられたりしないっていうですね、その中間層にいることが今ものすごくみんな大事になっちゃったので、そのためにはとにかく共感しちゃう、分かる分かるっていうふうに言ったり、それ見た見たっていうふうに言ったりすることが大事になったと。でこういうですね現象、博報堂メディア環境研究部はですね、共感強制力っていうふうに名付けたんですね。共感強制力。はい、でそういう生活をしているとですね、一般広告、マス広告、テレビなんかでやってる広告よりは仲間の共感が優先されると。つまり友達の広告化というふうに本が書いてあって、ちょっとこれね僕面白かったですよ。友達の広告化ですね。だから今口コミが大事っていうふうに言われるんですけども、これからのですね広告産業、広告業界にいる人たちっていうのは友達の広告化っていうのを考えた方がいいと。どういうことかというと、これまでは街の中にビルボードサインとか看板をいっぱい出すこと、テレビの中でいっぱい CM を打つことっていうですね、その環境の中に、広告を置くことが大事だったですよね。しかしですね、これをですね友人関係という人間関係の中にどれぐらい広告を打てるのかという、これは僕の解釈なんですけど、本を読んだ僕の解釈なんですけども、友達というものがですね環境化メディア化してしまったっていうふうに捉えれば分かりやすいと思います。あと最後ですね、自己紹介欄に書く2番目だ、自己紹介欄に書く個性が欲しいというのは、こういうふうにですね仲間といつも一緒にいたらですね、キャラがないと振る舞いが分かんないと。つまり友達の中で目立つことも避けたいんですけど、埋もれることも避けたいんです。でそのためにはキャラというのを持ちたいですね。だから個性が必要と。それもエントリーシートに書けるような趣味や個性が必要と。いやみんな大変だなって思うんですけど、でこの本の中で書いてるのがですね、バレエですね。踊るバレエ、バレエはどうかっていうと、バレエは子どもの頃からものすごい練習時間が必要なんだけども、バレエやってるって言ってもそこから話題が広がらないと、すごいねで終わってしまうと。つまり趣味としてバレエというのはコスパが悪いって書いてあるんですよね。なかなかすごい表現だと思うんですけど、つまりジャニーズ好きとかの方が盛り上がるんですよ。バレエは個性的すぎて良くないわけですね。それよりはみんながやっていて、それにちょっと強いめのに好きだという方がずっといいわけですね。だからアニメが好きとか海外ドラマが好きっていうのは、最近オタクが増えたっていうのは僕らの趣味が理解されたんじゃないんですよ。アニメが好き、海外ドラマが好きっていうのはコスパがいいわけですね。趣味として履歴書に書ける趣味としてコスパがいいんですよ。自分が好きなものの個性としてコスパがいいんですよ。バレエに比べれば、ピアノに比べればですね、すごいコスパがいいので、アニメが好きとか海外ドラマが好きっていう人が増えてるわけなんですよ。いやーなんかね、この辺からこの本読んでると僕はもうすごいゾクゾクして面白いっていう風になってきたんですけどもですね、なのでコスパよく履歴書に書けるようにするためにですね、倍速視聴で見ることになるわけですね。その倍速視聴で見る程度で十分だからですよ。で最後、圧倒的に金と時間がない大学生という部分ですけども、さてそうやってアニメが好き、海外ドラマが好きなんだって自分の個性を立てたとします。でよく若い人が言うのがオタクに憧れるって言うんですけど、オタクに憧れてもオタクにはなれないと。なんでかというと、自分よりすごい本物の人からが、すぐに見つかるからですね。で本来はオタクっていうのはそのしょうもない作品とかダメな作品とかも見てですね、その上で自分なりの見識とか作るんですけど、そういう時間も金もないと。でそういう時間も金もなかったら結局作品を見たしかないので、その結果養われる自分っていうのがないんですね。鑑賞力が上がった自分っていうものがなくて、見たっていう経験だけが積み上がっちゃうわけですね。ここら辺は海外旅行を行ったとしても、行っただけの人と行って何か得る人って僕らの近くでも差があるじゃないですか。大学に行っただけの人と大学に行って何かを得た人みたいなもんで、だから何かの経験っていうのは残酷なもんで、人をですねなんだろうな、その人どういう人かっていうの分かっちゃうわけですね。ただ単に本当に見たとか面白いとかつまんないとしか言えない人と、その結果得て自分が何かちょっと変わってそれを面白がれるっていうのを人に説明できる人とで、本当に明確な差ができちゃうんですけども、で
だからなんかね、僕やっぱ思うのは、オタクイズベッドで語ったんですけど、オタクっていうのは高度成長時代のあだ花なんですよ。で高度成長時代にですね、ある程度、親にお金があって自分もバイトしたら割とお金もらえて、で、作品数もそんなに多くない。1週間で放映されているアニメがせいぜい20本とか30本時代の、特撮だったらせいぜい5本ぐらいの時代だったらオタクっていうのは発生することができるんですよ。全部の作品を網羅することが可能だから。でお金もある程度あるし時間もあるからオタクっていうのはできるんですけども、でも今の若い人たちが今のようにですね、週に60本70本も新作のアニメ公開されていて、サブスクが山ほどあって YouTube とかがあるような状態でオタクになれるはずがないんですよ。無理なんですよね。だからでもその前の世代の人たちには、そのオタクの人たちにはにわかって言われるんじゃないかと。でネット見ればね、お前なんかにわかだと言う人いるんですけど、そんなもん全オタクの中で 1% 以下なんですけども、でもその 99% の人はいやこいつらにわかじゃないよとはわざわざ言ってくれないわけですね。彼らはサイレントマジョリティなんですよ。1% のなんか嫌な人がいやお前にわかだとかそんなことやってにわかじゃないのかって言って、でそういうふうに言われるのが怖さに、自分がオタクだというふうに、もしくはこれが好きだというふうに公言できないと。そういうふうな状況になっちゃうわけですね。なのでみんなオタクになるんではなくて推しという状態に着地するんですよ。オタクっていうのは作品とか監督で系統的に作品見るんですけどもですね、推しとかだったらそういう工夫はないんですよ。ひたすら数を見ればいいし、ひたすら回数見ればいい。これ後で後半に出てくるんですけども、なんでみんな回数見るのかですね。つまり飛ばし飛ばし見るくせに、好きな作品は実はシリーズ全話13話とか26話をもう5回通してみた、10回通してみたっていうのを平気でやるんですけども、そういうようなことをやるようになるのは何でかという話になっていきますけども、ひたすら数とか回数を見れば推しっていう自分は何々推しているというふうに言えるようになるので、そのために倍速視聴が必要になってくるって話になります。僕もね一番この多い質問で本当にね困ってるのがですね、岡田さんのおすすめの作品を一つだけ教えてくださいとか、ベスト3を教えてくださいっていうのがすごい多いんですよ。でも本当にあんまり多いのでですね、もう嫌なんですけど、時々話すんですけどもですね、プロジェクト X というですねNHK の番組が昔あってですね、その中で中島みゆきが歌ってるですね「地上の星」っていう歌があるんですね。でその2番が割と僕好きでですね、崖の上のジュピター水底のシリウスっていう歌ですね。でそれのサビがですね、名だたるものを追って輝くものを追って人は氷ばかりつかむっていうふうに言うんですけども、そうなんですよね。すごいものを1個だけ教えてくれ、ベストのものを教えてくれっていうふうに、そんなものを追ってしまったら人は氷ばかり掴むと。つまり宝石を掴んだ、輝くものを掴んだと思ったら、それは手の中で崩れていて溶けてしまう氷を掴んでるだけだっていうのをですね、中島みゆき歌ってるんで、お前ら地上の星を聞けよっていうふうに思うんですけどその方法ばっかりなんかみんな頼るし、その方法が正しくて、誰か本当にすごい人に聞くとベスト1とかベスト3を教えてくれるというふうに思うんだろうけども、そこには答えがないぞと。それは氷ばかりつかむっていう中島みゆきに説教されるだけだぞっていうふうに思うんですけども、タイパ至上主義で見ていくとこういうふうになっちゃうんですけども、これもおじさんの説教でですね、今日はこの辺で無料、もう45分50分ぐらい話したから終わりたいと思います。この本が本当に恐ろしいのはですね、これですね、映画を早送りで見る人たちがこっからどんどん怖くなっていくのは第4章第5章ですけども、すいません、そっちの方、あとそれの考察っていうのはですね、限定の方で話したいと思います。無料はここまでです。お疲れ様でした。ですね、まだ序章だった、いやそんなこともないんですけどもですね、お疲れ様でした。ではですね、来週7月10日はまたガンダム講座
やるんですけど、ガンダム講座の無料の方ではメディア辞表ということで、最近見た漫画、アニメ、映画とかのですね、点数付けっていうのをですね、ちょっとやってみたいと思います。バズ・ライトイヤーも見てきましたし、ストレンジャーシングスもそれまでにはなんとか見てですね、話せるようにしておこうと思います。ではお疲れ様でした。また来週。バイバイ。さてと、50分になっちゃったね。さてさて。